VTuber 市場っていうのがものすごく上場企業も出てきて広がっていったと、ものすごい成長していて、でストプリって実はあんまり実態が知られてないんですよね。今日多分本邦初公開みたいな形だと思うんですけど、より海外展開頑張りたいなってことで設立しました。360度マジで全部やってます。全部サポートできる環境あります。これって事例あることなんですかね。ないと思います。配信者で終わらない、ちゃんと物語が続いていくような IP まで引き上げるようなチャレンジも、でもエンタメに関わるもので全ての領域でナンバーワンになりたいですね。天下統一したいです。エンタメで天下統一、はい、中山さんお久しぶりです。どうもご無沙汰しております。ご無沙汰しております。今日すごいところに来ましたけれども、ついにシンガポール来ちゃいましたね。なんか本当に実現するとはちょっと思わなかったです。本当ですね。行きたいって2人で言ってたらありがたいですね。いや本当ですね。はい。中山さんそのエンタメ学者、社会学者としてそのシンガポールでもビジネスをされていました。そうですね。2016年から19年までそうですね。ブシロードインターナショナルの社長もしていたっていうのもあって、そこで3年ほどこちら働いてたので、久しぶりに来たなって感じですね。こちらは本日はですね、そのインタビューさせていただくという形で、STPR の経営者七森さんの、オフィスだということですね。びっくりするようなところですね。あまり皆さんに見せられないのは残念ですけど、僕も3年ぐらいで住んでたけど、あんまりこのぐらいすごいオフィスを見たことがないぐらいのかなりビューもすごいですしね。すごいですね。スペシャルな場でやらせていただくのは非常に楽しみにしております。この STPR というのはどのような会社なんですか。そうですね。割と知られてないと思うんですよね。特にニュースピックスの読者とかだとほとんど知らないんじゃないかなと思いますけど、皆さんご存知のね、2年前からエニーカラーさんとかカバーさんとかの VTuber 市場っていうのがものすごく上場企業も出てきて広がっていったと。その2社って大体ね、3年間で70億150億で、最近カバー出しましたけど220億っていうものすごい成長していて、2社だけで400億500億だから完全に2強によって500-600億の市場ができている。この3年できた市場ですね。でストプリって実は結構ね、登録者数もね200万ぐらいいたりとか、いろんなところでやっぱ興行もされてるんですけど、あんまり実態が知られてないんですよね。どういう会社なのっていうのはね、今日多分本邦初公開みたいな形だと思うんですけど。そうなんですね。その中山さんがおっしゃった VTuber 市場っていうのを拡大してるんですか。そうですね。やっぱりさっきのね、倍々ぐらいで伸びているのと、やっぱ僕思うのはね、七森さんのちょっと特殊性というか、VTuber の会社さんの中ではですね、エニカラもカバーもどっちかというとですね、普通に事業会社がタレントさんをマネージしながら VTuber として出していくと。ストプリだけちょっと特別で、普通にストプリのチームの中でパフォーマーもやっている七森さんで、今も自身でもパフォーミングもされたりとか、実際経営者もされてマーケティングもしているとか、なかなかですね、このパフォーマー自身が社長をやってますっていうのは実は一社もないかもしれないみたいな感じですね。やっぱり2社と比べてどのぐらいのサイズなのかとか、やっぱりどういう経営してるのかっていうのは実は僕も初めて今日聞き込むような形なので、非常に楽しみにしておりますね。それでは早速ですね、 STPR とはどのような会社で、経営者七森さんは何をされているのか、ご本人に聞いてみましょうか。どうぞよろしくお願いします。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 お願いします。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。素晴らしいところにオフィスを。ありがとうございます。嬉しいです。これいつ頃できたんですか。これは4月1日から入居して2週間ぐらいで完成しての今です。出来たてほやほやに呼んでいただいた感じですね。そうなんです。でそのストプリさんのご説明をしていただきたいと思うんですけれども、メディアさんに取り上げていただく時とかは、6人組動画配信エンタメアイドルユニットみたいな言い回しをしてるんですけれど、VTuber さんみたいな側面もあれば、一般のアーティストさんだったりアイドルさんがやられてるようなライブ活動とかもやってますし、本当エンタメに関すること360度何でもやってますね。マルチエンタメユニットです。始めたのは2016年の。最初ってあれなんですか。やっぱりほとんど周りにも VTuber いない状態で始まるんですか。 VTuber というワードもなかったですね。なかった。あれって七森さん個人で始めるのか、もう最初からストプリッターのチームで始まってたんですか。もともと僕個人で動画配信をしてました。じゃあ一人だったんですね。一人だね。もともと僕がニコニコ動画が大好きで、ニコニコ生放送で活動していてですね、そこからツイキャスがわーっと盛り上がってきて、スマホでライブ配信を見るみたいな文化ができつつある時に、僕もツイキャスで放送で活動していた時に、僕のこと好きで見てくれていた方とか、あと僕が見ていてまだまだ
多くの方に注目されてるわけじゃないんですけど、才能があって声も素敵で魅力があるような子にお声掛けをして、一緒にこんなことやろうよなんてお話ししながらスタートしたのがストプリでした。一人一人集めてったアイドルユニットみたいな感じですね。はい、今再生数でいうとどのくらい例えば最大だとあるんですか？ミュージックビデオだと毎回こう3桁万再生超えるようなものも多かったり、ちなみにライブのその動員数とか、規模をちょっと皆さんにもお伝えしたいんですけど、今年の1月から4月末まで行われてたアリーナツアーだと11カ所44公演の38万人動員をしていたり、4ヶ月で38万なんですね。埼玉スーパーアリーナとかね、3万4万5万の箱をすごい埋めてたなと思って、そうすると1年で直すと50万とか超えてるわけですね。去年ドームツアーもやっていたので、もうトータルだと65万から70万人ぐらい。じゃあ年間で70、全部のライブを合わせると、僕割とライブ興行ビジネスとかもやってるんですけど、チケットとか物販入れちゃうと多分下手すると70万人ぐらい年間動員って多分100億とかそういうとこ行っちゃうもんなんですか？かかるお金もあるので、すごく利益率がいいかと言われると本当トントンなんですけど、金額でいうとそれぐらいに、ちょっとね聞いてたというか想像してたよりも大きくて、結構70万っていう数字すごいんですよね。安室奈美恵さんが年間でね80万とか、サザンもねそのぐらいなんですよね。割とそのトップアーティストの年間ツアーと同じぐらい集めてて、で多分その3桁億ってもしかしたらね、さっきのカバーとかエニカラの売り上げからだいぶ差があって2番手だったはずなんですけど、もしかしたらストプリのは今大きいんですね、もしかしたらね。すごいですね。早速この七森さんがシンガポールに法人を設立した経緯とですね、あとそもそも STPR とはどんな会社なのかちょっとこれから聞いていこうと思うんですけれども、よろしくお願いします。STPR ではストプリを中心とした、VTuber さんに近しい、動画配信を中心に活動する子たちを集めたアイドルユニットをプロデュースする事業を行ってまして、で海外にも視聴者さん多くてですね、インドネシアだったりタイだったりの方のコメントも最近は増えてきていて、アジアに進出したいなっていう気持ちはずっとあってですね、まずは丁寧に動画を一個一個とローカライズして届けていくところから始めてるんですけど、アジアのハブになるシンガポールを中心により海外展開を頑張りたいなってことで設立しました。結構これ面白いなと思ってて、一応ですね、僕知ってる限りは VTuber の会社さんで海外法人作ったの初なはずですね。エニカラさんとかねできてないはずなので、あとねあれですね、創業者が実はね海外に住むって僕はすごいスペシャルなことだと思ってて、なかなかチャレンジですよね。めちゃくちゃチャレンジです。英語とかはどうなんですか？ちょっと注文ができるようになりました。なるほどね。飯が食えると。ワンコークとフィニッシュだけ食えるようになりました。いつ頃から海外は考えられてますか？ずっと行きたかったんですけど、なかなかやっぱ日本でもねずっと忙しくて機会がなくてですね、去年の6月頃に初めてシンガポールに来まして、ちょっと3日目ぐらいに来ようと決めて、8月に法人作っても今です。そうか。まずそういうところに今のやってる仕事の凄さを感じますね、やっぱりね。そうですね。あと先ほど全てやってるとおっしゃったんですけど、その他の VTuber 企業と違うところ。確かにそうですね。ぜひ聞きたいのはナムさんってどこからどこまでやってるのかなと。パフォーマンスとか僕も知ってるんですよね。普通にもうね絵にしてそこで出してますよねってありますけど、あと会社をどう回しているかとか、あとはその企画とかね、いろんな演者さんとのコミュニケーションとかっていうのを何を任せて何をやっているとかって360度全部やってますね。もちろんいろんな方と協力しながらですけど、会社の経営ももちろん関わってやってますし、コンテンツを作る時もクリエイターのみんなやスタッフさんと一緒に協力しながら作ってますし、360度マジで全部やってます。割と全部手を出す。あれ社員って何人ぐらいいるんですか？50名前後です。50名なんですね。エニカラさん、カバーさんと比較するともう全然です。今カバーが400名でエニカラは300名ぐらいのはずなんですよね。200億、100億いってるか分かんないですけども、さっきぐらいの数字を50名で回してるとしたら結構効率もいいのかもしれないですね。50名はどういう構成なんですか？どういうことをやってる人が多いとか。そうですね、大きく分けて3つにチームを分けててですね、ソリューションチームとプロデュースチームとカンパニーチームに分かれていて、プロデューサーのクリエイターさんが作るものとか関わるもの、出演に関わるもの、音楽に関わるものを一緒に調整しながら協力してくれていて、ソリューションチームはサービス、チケットだったり EC だったりファンクラブだったりウェブ系のものを一緒に協力しながら作ってくれてます。
で最後コーポレートはあれですね、人事とか、はい総務とか人数的にはどのぐらいの割合なんですか、それぞれ。でも 40%、40%、20% ぐらいかもです。ああ、じゃあ20名、20名、はい10名みたいな感じですね。パフォーマーというかタレントは何人ぐらいいらっしゃる？今表で公開してない方もいるんですけど、大体30名前後です。あ、はい。じゃあ30名を50名で回す。すごいですね。ただ所属じゃない形でのご契約形態もいろいろあってですね、この部分的に音楽のこのコンテンツの管理の部分だけ協力してほしいとか、グッズだったりイラストのデザインだけご相談したいとか、あといろいろな形でクリエイターといろんなものを競争しています。その発掘ってどうやられてるんですか？アーティストさんもそうですけど。僕は動画だったりコンテンツ見るの大好きなので、はい。楽曲とかも自分が大好きで、この方とこの方とこの方が掛け算されたらもっと良くなるんじゃないかな、もっと面白いものを作れるんじゃないかなっていうので、いろんな方にご相談したりとか、もう見るの大好きでずっと見てます。もう常に情報収集されてるってことですよね。はい。そうですね。そのプロデューサーとしては七森さんにいろいろお聞きしたくて、やはりその人気の出るアーティストの見つけ方っていうんですかね。やっぱり発掘はできてもその後スケールさせるのめちゃくちゃ難しいと思うんですけど、どうやって生み出されてますか？すごい質問難しい。一人全然目指したい方向もやってることも違うんですけど、はい、一緒にお話ししながらどんなことやりたいかなとか、どんなことをやったら喜んでもらえるかななんていうのを対話しながら作って、で反応を見てまた調整しての繰り返しです。でもみんなやっぱり届けたもので喜んで楽しんでほしいと思ってる子しかいなくてですね、本当改善に改善を重ねてって感じですかね。なんかさっきあれです、結構対応されてるなと思ってて、なんか結構トップダウンでこうやれみたいな感じじゃないんですね。いや、そういう部分もあると思うんですけどでも今日は一緒にやっぱ作って納得いくものじゃないと本当胸を張って届けられなくてですね。配信者のそのサポートって具体的にどういうことされてますか？動画だったり、いわゆる生放送、生配信だったり、うん、あと音楽の活動、イベントの出演、あと、企画したものを届けてお金をいただくものもあれば、お金いただかないけど企画して一緒に作っていくものもあるので、本当いろいろです。でも全部サポートできる環境あります。環境だから作られてるんですね。やっぱ会社を作ろうと思ったきっかけってあるんですか？金額感が増えてきてですね、もう取引先の会社さんから個人だと対応できないと言われてしまって、じゃあそろそろやるかと。ただ当時クリエイターの方で法人を作ってそれを表に公開している方いなくてですね、それは本名だったり住所だったりも公開されてしまうので、そこもちょっと悩んだんですけど、もっと大きい書籍しようということで作りました。確かにあれですね、ヒカキンさんとかコムドットさんとかね、みんなすごい規模になってたけど、みんな個人として見せながら、裏側で法人作ってたりとかね、なんかそういうのが多かったけど、確かに法人したところが YouTube を作ってますってのはあんまりなかったですよね。本当そうするとウームさんぐらいしかいなかったですね。バズさんとかビットスターさんとか。じゃあストプリはストプリとしての見せ方をしながら18年にちゃんと法人を作って、50名ぐらいにしていったってことですね。人数はどうやってどんな感じで増えていくんですか？2020年の1月まで僕一人だったんですよ。で2019年の9月に西武ドームでライブやってるので、本当そこまでは業務委託で協力してくれてる方とか個人事業でそうなんです。何万人来たんですかこれ？動員でいうと5万人前後。5万人だった。これって事例あることなんですかね？一人の会社がないと思います。それすごいことですね。だって東京ドームで場所代だけで数千万というか、多分普通にライブ作ったら億いきますよね。会社が1期目が利益が4億ちょい出て、手元に 2.8 億ぐらいあったんですけど、その頃には赤にならなくなってる状態ですね。ただ2.8 億手元にある状況で、西武ドームのライブを決めた時には、夏にアリーナツアーもやっててからの西武ドームだったんですけど、全部で15億はかかるって言われていて、入ってくるお金と出ていくお金があるので、多分入りと出がどっかで間違えたら死ぬかもしれないなと思いながら、キャッシュフローで考えると危険なやつですよね。だから結果ちゃんと喜んでいただけて、ちゃんと活動者のみんなにも分配することができて。それはすごい。3億ぐらいの時に10億のことするってめちゃめちゃ博打なことして、やっぱでも確証があるんですか？もう多分あれですよ、2019年18年19年って登録者数でいうと70-80万人とかそんなもんですか？そうですね、まだ100万人いなかった。100万人いかなかった時、100万人登録で5万人集められるってちょっとあれですね、異常な比率かもしれないです。大体あれですね、これ視聴した人のなんですかね、やっぱ 1% ぐらいしか物を買わないとかってよく言われるんですよね。でも初期からずっと音楽ライブは続けていたので、学生さんが多いので、好きでいてくれてる方が、学生さんがお休みの春夏冬、お休みが長いシーズンにイベントを行ってるんですけど、でも続けてきたので、文化としてもちゃんと続いていて、
他の方よりはライブの動員とかも多かったところもあります。なんかそういう感じに見えるけど、ものすごい勝負師なことをしてますね。そうそう、結構ね、だって結構ハイリスクじゃないですか。18、19はなんか僕だったら何人か大人に入ってもらってね、やっぱライブの専門家とか入れて法人になってってなんかこうキャッシングもした上でやってったりしますけど、一人の状態で他のメンバーはあれですね、じゃあ会社を運営してるというよりはやっぱりそこはもうチームとしてパフォーマンスしてもらいながら、はい、そのファンの増やし方ってどのようにされてきたんですか？本当こう続けていって喜んでもらえたもの、あまり喜んでいただけなかったものをちょっとこうリクエストいただきながらもう再調整してブラッシュアップして届け続けての今ですかね。そのファンからのフィードバックでどのように受けてるんですか？コメントだったり SNS での反応だったり、でもなんか出役で経営者でもあって、そう結構辛辣なコメントとかもたまに来ると思うんですけど、どう受け止めます？そういう時。僕の中で2つに分かれていて、はい、本当こう悪意を持ってただただ悪く言ってるものと、結構こう的を得てるものも多くてですね、この人の中ではそう見えてるんだって思うようなこう学びがあるコメントも多くて、ただ僕が思う僕の中での七森とかグループとか会社と皆さんに全部を公開してるわけじゃないので、皆さんから見てる景色は違うんだなとか、もっとじゃあこう伝えなきゃいけないなとか、ここはちょっと伝え方間違えてしまったなとか、本当改善しながら調整に調整を重ねての今です。辛くならないですか？ずっと辛いですよ。辛いですよね。そうですよね。基本コメントなんてネガティブなやつのが目立ちますよね。でもそこもこうなんでしょうね。自分もやっぱファンの人を楽しませるために辛いけどこう読んで情報をこうゲットしてそれをこうファンに還元するというか、よくしていくっていうことをやられてるってことですかね。どうやってこうコメントって拾ってるんですか？普通に YouTube とか TikTok とかで出てたやつのあれをブワーッとただ見る感じなんですか？はい、もう見ますし、ツールを使っててですね、こういうワードのコメントがあったらこうメールだったり LINE に飛ぶようにっていうのを導入していて、なんでわーっときます。そっか、じゃあもうノーティスで来るんですね。はい、ポジティブネガティブなワードを全部登録しといて、それがもうメールとかでポン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 来るみたいな。はい、Twitter とかのこうワードで、例えば七森、ネガティブなワードがあった時に、エゴサをしても出てこないけど、これをやっぱ検索してる人がいるってことは何かが起きてる時とかに TikTok とかインスタを見ると、ここでは炎上してるけど、ここでは炎上してないとか、のものが切り取られてここで流れてるけど、すごい喜ばれてるポジティブなワードがトレンド入りしてるとか、常に全サイト追いかけてないと分かんなくなっちゃうんですよ。炎上ちゃんとあれですね、炎上トラッキングマシンポジティブなものもです。1個 YouTube に動画を投稿しても、インスタと TikTok で全然違う反応になったりするんですよね。僕職業柄ね、声優さんとかタレントさんって結構よくお付き合いがあったりするんですけど、やっぱりみんな基本的にはネガティブなワードに殺されてどんどんメンヘラ化するんですよね。で見るなって言ってもやっぱりついつい、でやっぱりみんな見せるためにネガティブなこと言うじゃないですか。だからあえて検索しやすいようにその人の名前入れて届くようにやるわけですね、意地悪な人たちが。で10分の1だろうとそれをずっと見てるうちに暗くなっちゃって、マネージャーに電話ですよね。ちょっとこんなん書かれてんだけどみたいな、明日行かない方がいいのかなとか、なんかそういうのを一回切り離してあれなんですね、このポン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 メールで来るようになってるみたいな感じですね。じゃあね、メンタルめっちゃ強くないときついですね。いや、本当ですかね。なんかでも自分のようで自分じゃない感じかもです。なんかそんなに、傷つかないというか、IP というかもう自分の中でのキャラを確立されてて、なんかやっぱ客観視できてるんでしょうね。七森さんっていうペルソナもあるんだと思うんですけど、名前をねやっぱりハンドルネームにする、顔出しをしないっていうことで一個のキャラクターだと思うことで、本当の自分とはちょっと距離を置きながらそれを演出させてるみたいな感覚なんですかね。やっぱ七森として僕本名柏原なんですけど、柏原君で苦手なことも七森でなら喜んでもらうために頑張れるみたいな部分もありますし、七森がネガティブなことになってても、ちょっと自分とは違う側面もあったり、本当は僕ネクラなんですけど、七森やっぱ明るくて元気ですし、なんかやっぱみんなに楽しんでほしいので、なんかネガティブな部分とかも見せたくないですし、七森のキャラクターはアホ毛があるんですけど、アホ毛も誰が描いたのかわからないけど二次創作で足されていって生み出されたものなんですよ。後から入れたんですか？じゃあ入れたというか誰かが入れたものが紡がれていっての今。
半分初音ミクじゃないけど、はい、なんか創作がそのまま本作になっていくようなものがあるんですね。こんなことやってほしい。僕もともと高校生の時とかカラオケに行っても歌を歌うような子じゃなかったんですけど、でも今歌って踊ったりするので、でも喜んでもらえたら何でも頑張れますね。そのエンタメスピリットってどっから出てるんですか？その喜んでもらえたら。どうなんですかね。でも楽しんでくれるんですよね。喜んでくれるんですよね。それがすごく嬉しくて、僕も視聴者側で見て楽しんでいたので、こんなことできたらいいなってことが全部できてて幸せです。あと僕ちょっと特徴的だなと思ったらライブ主体、その17年とか18年とかね、一人作業の時からライブをしていて、70万人興行とか、カバーさんとかエニカラさんがね、ウームと違ってやっぱりすごいよねってなったのってやっぱりグッズなんですよね。やっぱりもともとはね、ウームさんとかって YouTube でのアドセンス、見られた視聴によっての YouTube からもらう広告で生きてた人たちが、だんだんキャラクターができるよね、そのキャラクターで実際イベントの時にグッズで売るよねってところからなんですけど、なんかストプリはそのグッズ系の売り上げとやっぱり実際そのライブ興行でチケットやるっていうのでいうと、どっちが主体なんですか？まんべんないです。じゃあこっちもこっちで、はい、動画配信も大きいですし、ただ企業、いわゆる企業案件、セールス、インフルエンサーマーケティングみたいなものはもう一切やってないですね。本当にこうタイアップやってないですよ、逆にね。価値を感じていただける大きいクライアントさんと一緒に取り組むことあっても、企業案件をバシバシやるみたいな感じじゃないです。何かをやっぱ宣伝して届けたものが濁ったりとか、ユーザーさんに楽しんでいただけないもの、おすすめしたくないゲームを紹介するのとかが嫌でやってないですね。なんかあれですね、VTuber の中に類推されてはいますけど、そこに YouTuber なのか芸能事務所なのか、なんか割とまんべんないところの間にいるような感じだなって今ので全部やってます。んですけど、そうですね、逆に七森さんとしてはこういう企業のとかってそのモデルになってるものあったりするんですか？こういう会社になっていこうって言った時に。音楽だとレコード会社さんのすごく参考にしていて、権利も自社で全部持っていたりとか、ライブ興行となるとアイドルユニットを束ねてるジャニーズさんとかすごいんですよね。年間この量のツアーをどうやったら回したんだろう、いいんだろうとか、一個ずつ参考にして勉強させていただいたりとか、あとでも動画配信だとウームさんだったり、あと皆さんのいいとこ取りしたハイブリッドだと思ってます。そっか、じゃあ見てるとこはちょっと違うんですね。 VTuber 業界の中というよりはなんかこう、ファンとのインタラクティブなところの延長線上で、先ほどさらっと言いましたけど、権利ちゃんと自社で持たれてるんですね。はい、それも結構音楽著作権オタクなんですよ。著作権オタク大好きなんです。そうなんですね。出版原版隣接権めっちゃ詳しいです。自分でも自信があるぐらい詳しいです。ちなみに50名の中でホームはいらっしゃるんですか？はい、います。じゃあその方と七森さんでこの権利関係と。でも分野によっては僕の方が詳しい領域もありますね。割とやっぱ爪気質なんですかね。なんかこう、確かに著作権を割と勉強したりとかね、ニコ動でどうアップロードするのを研究したりとか、オタク的に研究するのが得意なんですね。経営者がそれ分かってたらめちゃくちゃ強いですよね。そうですよね、確かに。任せちゃう。ちなみにライブは何人でやってるんですか？ライブ興行のスタッフ。協力会社さんと一緒にやっていて、社内で対応してるの本当1人2人とかですかね。なんかいろんなところから専門家の方とかは入ってないですか？そのライブ興行をやってきたABEXの人とか、そういう。ライブはいません。いないんですか？音楽事務所にいた方とかはいるんですけど、本当協力会社と一緒に作ってきてって感じです。あれ70万人を動員をしてるんだけど、社内にライブスタッフがいませんっていう状態を僕は聞いたことがないんですよね。そうですよね。人かかりますもんね。そうか、先ほどの50名でいうとね、確かにプロデュースチームとソリューションチームだから、ライブ専門チームがあるわけでもなく。そうですね。プロデュースチームで一緒にみんなで作るって感じですかね。あと2020年まで僕一人だったんで、そこまで西武ドームも一人でやってたんですよ。ちょっと考えにくいんですよね。会社さんはいるんですけど。でもここまで大きくなって一人でやった時から想像できました？いやでも想像とかなんかこう戦略的にとかそんなこと全く考えてなかったです。もう楽しくて続けてきた感じです。天然経営者な感じですね。なんかじゃあ大きくしようってわけでもないんですね。会社、大きくした方がいいに強調したことないですよね。大きいチャレンジとかやっぱインパクトある挑戦は仲間がいないとできないなっていうのもひしひし感じていて、まさにエニカラカバーがわーっとこう成長していくのを見ていて、僕はその間コンテンツを作り続けてたんですけど、彼らやっぱ組織をちゃんと作っていたので、もうそろそろやんなきゃなとか、もっともっと大きい挑戦するためには仲間が必要だなみたいなのはずっと課題で感じています。
そうか、じゃあ売上も動員もすごい絶好調だけど、やっぱり3年前に初めて組織化したようなもんだし、50名チームだけど、今のボトルネックっていうのはやっぱどっちかというと組織面のところなんですね。そうですね。それ多分ね、今回もニュースピックスみたいなメディアでね、こうやってはい多分初めて動画にも出られてるんだろうなと。でも働きたいっていう人がすごい多いんじゃないですか。来てください。はい待ってます。ぶっちゃけあれですね、このやっぱり僕もね、VTuber 業界いろいろ詳しく勉強はしてる方なんですけど、僕もね実はほとんど今初めて知る情報ばっかりなんですよね。70万人動員してるとか、そう実はやっぱ実態が知られてなさすぎて、あれ募集って普通にされてるんですか？してないんです。してないんですね。紹介会社さんかリファラルのリファラルのみで入っていて、はい、どういう人が今必要なんですか、会社として。いやもう全部足りてないです。全領域足りてないです。ちょっと七森さん、この面白いこの現在の話を今お聞きしましたけれども、どうやって七森さんってこう出来上がってきたかと、このめちゃめちゃ興味ありますね。そう次世代エンタメプロデューサーっていうのはどこからこう生まれたのかっていうのをですね、ちょっと過去を深掘っていきたいと思ってるんですけども、1995年生まれでいらっしゃって、はい、最初は一人でお家で作られてたんですか？はい、もう放送も自宅でしてました。何歳の時が最初の？18の時が初でした。じゃあちょうど2012、13年か、はい、高校3年生の時でした。それを何を出したんですか、最初って？最初おしゃべりをするようなラジオ放送をしていて、もっと喜んでもらうものにもっと見てもらいたいということで企画を自分なりに考えてしたりとか。顔は出さず？はい、出さずです。あとソーシャルゲームの実況とかもしてました。ソシャゲ実況、はい、何のゲームやってたんですか？パズドラとかモンストとか。はい、僕がやってた時ですよね。13年ね、ソーシャルゲームの本も書いてますからね。すごい。そっか、パズドラの時のガチャ引いたりとかっていうんですか？はい。声だけでどうなんですか？そういうのって当たるもんなんですか？なかなか見ていただけなくてですね、本当あの手この手で企画を考えて、はい。この分岐点というか、これヒットしたわみたいなのあるんですか、その当時？最新のネタが喜ばれるので、イベントに合わせてすぐにそのイベントをプレイするようなものだったりとか、あと視聴者の参加型の企画とかだとすごく喜んでいただけるので、参加しやすいようなネタを用意してあげて、凸待ちって言って、電話をかけていただいて、その電話かけてくれた方とおしゃべりしながら会話するようなラジオ放送だったりとかしてました。内向的なところもありながら、あれですね、やっぱりこの割となんかアクティブですよね。楽しんでもらうのとか、そうですね、楽しいの好きですね。サービス精神なんですかね、きっとそういうところは。じゃああれですか、高校出た後はずっとその配信者として生きてるみたいな感じなんですか？この1年間放送してなかった期間あるんですけど、今日の生放送がずっと大好きで、アフィリエイトをずっとやっててですね、高1の時から。でその SNS の使い方とかウェブ周りとか詳しかったことも結果良かったのかもしれません。そうか、もう自分でじゃあウェブでカチカチやって、友達とか親兄弟でそういうの詳しかったとかなんですか？いや全くです。一人でじゃあそういうのコツコツとやってるんですね。最初ってどのくらいの人数が聞いてたんですか？最初50人ぐらいですかね。50人もすごくないですか？最初に実況できて配信ができるってところにやっぱ結構ハードルがある気がしますね。確かになんか配信したことってあります？自分でないです。そうですよね。僕も取られてはあるんですけど、やっぱり自分でパッとやって出してコミュニケートしてみようって、多分世代もあるけどなかなかやれないですね、やっぱね。なんで元がネクラなので、最初放送スタートするのもすごく勇気が必要で、一応その時もアフィリエイトしてたので、僕はこのサイトを宣伝する目的でやるんだってこう言い聞かせてスタートして、例えば宣伝目的だとなかなか見ていただけないんですよ。実はその宣伝とかも忘れて生放送夢中になっていて、そんな経緯もありました。ちょっとあれです、そこは小遣い稼ぎ的な感じだったんですか？でも自分を背中を押すためで全然そのお金を稼ぐとかそんな気持ちは全くなかったです。でもあれジャンプがありますよね。その13、14、15ぐらいのちょっと配信してた、休んでた時期もありますけど、その16でアイドルユニットを作るまでがなんか、2015年からすごくツイキャスさんで放送しだしてから、スマホの方にスマホユーザーに見てもらえるようになって、すごく視聴者数が増えてですね、大体3000人ぐらいに見ていただけるようになって、急に上がりましたね。だからやってた企画はその電話をしながら一緒に会話するようなものとかなんですけど、そこで初めてイベントのオファーをいただいてイベントの出演をするんです。一般人ですし素人ですし、そんなイベントに出演することとか今までなかったので。そうですよね。ただ実際イベントしてみて、その運営の方がいたんですけど、もっと
こうやったら面白くできるんじゃないかなとか、実際一緒に出てた出演者の友達とかも、自分で用意した企画にお金を使ったものとかを差し引くと赤字でお金をいただけるような感じじゃなかったんです。オフ会に近いようなイベントだったんですけど、これ自分でやった方がいいんじゃないかな、もっと自分でやったらうまくやれるんじゃないかなってことで自分でイベントを作り出したのが2015年の頃で。自分でイベント作るのも怖いですよね。なんか呼んでくるのかみたいなね。毎月仲間と一緒に1、2回ぐらいイベントを開催していて、自分が出演しないものも含めでそのイベントをしていく中で歌を歌うようになったんですよ。やっぱ喜んでいただけるので。そのあたりがデビューなんですね、歌。ちょっとアイドルっぽくなってきますね、そこでね。で初めての歌ってみた動画の投稿が2015年の11月なんです。15年11月、ちょっとこうアダルティーな大人な楽曲なんですけど、今聞くとすっごい恥ずかしいんですけど、最初ってそうですね、きっとね。でもそれまで歌ったことなかったの？なかったです。いきなりでもそれアップするってすごい。喜んでいただけたんですけど、それ僕のこと好きでいてくれてる方が聞いてるので、決してこう歌が評価されてとかではなくて、もっとやっぱせっかく歌うからには喜んでもらいたいなとか、これであげたいななんてことも考えながらちょっと練習してみたり。でも50人からどうやってファン本当に、さっきも聞いたんですけど、こんなに増えるってすごいですよね。確かにね、数千になった段階でも結構跳ねてるなって感じしますけどね。確かにこうマーケティング的なこと、このいやらしい気持ちじゃなくてどうやったら見てもらえるのかとか、当時そんなこう考えて計画的にやられてる方とかいなかったんですけど、僕はこう毎日時間を決めて放送してたことで8時からやる人なんだと思っていただけて毎日来てくれるようになったりとか、あと企画を事前に告知して放送するような方、その当時全然いなくてですね、今思えば新しかったのかもしれません。流れ客みたいな感じですね。通りすがりの人がちょっと聞いていくみたいな感じですよね。 VTuber さんが今当たり前にやってることも当時は全然やってる人いなかったんですよ。そう思うとやれてた方だったかもです。もともときっかけニコニコ動画を結構、はい、大好きでした。もうずっともうハマってたってことですか？小学6年生ぐらいの時から大好きで。その時ってやっぱあれですか、親とかって全然そういうのを見るのは OK みたいな状態なんですか？いや、よく分かってなかったと思います。パソコンも詳しくなかったので、へ何かを見ているが何を見ているか分からないっていう。もう確かに Z 世代だしね、そういうの見るもんだと思って放置してるみたいな感じなんですかね、親としてはね。逆に放置されたからこそこう深くいけたというか。そうですね。でも小学校の時からオタクな方でした。オタクだったんですね。電車男を小学校の低学年ぐらいの時に見て、4年かな。でその掲示板の存在とかを知るんですよ。2チャンネルですよね。で掲示板からニコニコ動画を見始めました。友達見てましたその時って？全く見てなかったです。自分でじゃあ発見してったってことですよね。はい、友達に言えなかったですね。言えなかった。友達が面白フラッシュ走行とかを見てる中、僕はまとめブログとかを読んでたのでちょっと違うんですね、ちょっと分かんないけどそこ、その時の夢ってあったんですか？ちっちゃい時の夢って。その時から将棋のプロになりたくてずっと将棋指してました。へえ。将棋何歳からやってるんですか？小6からです。結構その同じぐらいの時期に始めるんですね。はい。いつまでやられてたんですか？高校2年生までやってました。高校2年まで。大会とかやっぱ出ることはあんまりなかったみたいな。すごく出てました。出てたんですね。どうですか？結構中3のところの時は全国大会で3位でした。全国3位なんですね。結構ガチですね、それね。でもなんか全国3位ってすごいですけどね。そっちはそっちの道があり得たわけですね。勉強ってできる方だったんですか？全くできなかったです。全く。学校も全然まともに行ってなかったです。あれ保健室系とかですか？ではない。もう行かずに将棋道場行ってました。中学校の時は。真面目なんだか不真面目なんだか分かんない感じですよこれね。で高校は単位制の学校だったので半分ぐらいしか行ってなくて、それも本当友達に会いに行くような感じでしたね。でもやっぱちょっと組織のつながり方がちょっと我々世代と違うかもしれないですね。なんか学校休むって許されなかったぐらいの世代だけど、なんかコロナの時期のような生き方をずっとしてきてる感じがしますね。確かにそうですね。半分学校も行かないとかあるし、じゃあなんか部活とか学校とか友人はあるんでしょうけど、なんかすごい強く所属するものがあるというよりはデジタルが一個のなんかもうやっぱ所属場所としてスペシャルだったんですね。居場所というか。中学の時に将棋ずっと頑張った時もやっぱなかなか結果が出ない時辛くてですね、その時やっぱ支えてくれてたのがニコニコ動画とかネットコンテンツだったこともあって、僕今ね結構いろんな会社の社外取りとかやるんですけど、94、5、6年生まれがめっちゃ多いんですよね。で調べたら95年ドンピシャなんですよ。小1からこう高3まで全部ゆとり教育で
終わるんですよね。大体ね97、8年ぐらいの人から急にあれなんですよ、この中学国連とまた厳しく揺り戻していったんですよね。だからね最初から最後までゆとりで生きた恵まれた世代で、あれですよね、そのエニカラの田住さんも95年ですよね。あとねガウディの石川さんとかもね95か4だったんですよね。僕今プロットの奥野さんと仲いいんですけど、彼も95年なんですよ。ちゃんとね国の人にちょっとね調べてほしいんですゆとり世代で始まってゆとり世代で終わった人の起業家率って実はめっちゃ高いんじゃないの。なるほど。だからちょっとねその生まれの95年ってのを見てちょっとすごい、ね、これ実感あります？なんかそういう起業家多いですか？確かに同い年の方多いかもしれません。僕も普段起業家の方とすごくコミュニケーションを取ってるわけじゃないんですけど、1個下1個上多いですね。であとね大きかったのが起業家としてあれですね、2010年代ってVC がめちゃめちゃ発達するんですよね。昔銀行のおっちゃんの時代はもうまずねお金が集まんないんですよね。普通はファンドレイズもできないんですけど、やっぱりこれゆとり世代で始まって終わって社会人になった時にちょうど VC がハマってきたんで、実はね起業がめちゃめちゃ流行った世代なんじゃないかという中山仮説ですか、ね、ちょっとねでもなんかそれに当てはまりそうな、一例ができましたね、ちょっと思うとね。結構でもさっきからお聞きして、その好きなことをこう没頭されるじゃないですか、それってなんか私も親ではあってですね、子供がやっぱり YouTube 見すぎると見すぎじゃないとか言っちゃうんですよ。でそれ干渉しない方がいいのかなとか今聞いてて思いました。子育ての、ね、中でその七森さんをね、一個の成功の頂点とした時にやっぱりこうどう育ったらそうなるのかっていうのは好きなものを追求し続けたんですか？それは熱中してやっぱ学んで極めていくと気づいたらその領域のナンバーワンになったみたいなこととか、いや小学生中学生のことがあると思うんですよ。もうフォートナイトでとかマインクラフトでとか、今それが仕事にもなる時代なので好きを極めてもいいかもしれません。ここからちょっと未来の話を重点に、そうですね、お聞きしたいんですけど、そのまさにおっしゃってたシンガポールの法人設立にかける思いとかですね、あとはこのビジョンについて伺っていこうと思ってます。そうしますこれからの事業の広げ方っていうのはどうなりますか？今後今やってるものがもう喜ばれてる、楽しんでくれてる方たちがいるので、そういう方たちにちゃんとアプローチして届けるっていうのを丁寧にやっていきたいというのが1個あります。日本の出版社さんですごく人気な IP をたくさん持たれている会社さんも、丁寧に作品ごとに丁寧にアプローチして届けているかというと全然そんなことなくてですね、むしろそれを全部代わりにやりたいぐらいの気持ちで考えてます。二次元キャラクターもちょっと考えてるんですね。それでいうともう既存のキャラクター IP だったりとかも届けていきたいですし、まず自分たちがやっているものからしっかり実績を作ってチャレンジしていこうと思っています。先ほどね30人っておっしゃってましたけど、クローズのやつもありますけど、30人のその VTuber を出していくという動き以外にはどういったことを考えられてるんですか？他社さんから IP をお借りして海外展開を任せていただくとかもやりたいですし、すごい課題感じてるんですよね。それこそ現地に法人を作って仲裁の方がいる出版社さんってじゃあ何社あるのって話ですし、作品ごとにちゃんとやってるかって全然そんなことないんですよ。なんかオーガニックでわーっと反応があった国にちょっと現地の代理店にポンと任せて軽くアプローチしてるぐらいで、本当はもっとやれることいっぱいあるのになってずっと課題に感じていて。そうか、じゃああれですね、ストップリ含めた演者のコンテンツをきちんと、言語も含めて映像コンテンツとしていろんな国に出していくっていうのもあるし、他社さんの IP をお預かりして展開をしていく。やっぱ主戦場はやっぱり YouTube とか TikTok とかそのインタラクティブな SNS プラットフォームになるんですかね。そうですね。そこは得意ですもんね。でもシンガポールに拠点を作られたのもそういうなんか他の企業からの IP をお借りするとかそういった理由もあるんですか？ちょっと本気で向き合わないと全然難しいなとやってみて感じてて、なんか中途半端に間に会社さんを通してなんとなくやってるぐらいじゃ全然勝てないなっていう気持ちでもあって、本気で頑張ろうっていう気持ちです。具体的に動いてるやつでいうとどういったのが動いてるのですか？もう丁寧にローカライズして届ける各プラットフォームにっていうことは続けていて、徐々に結果は出だしてます。そのチャット GPT とかのおかげで反応ある国の言語で翻訳をして届けるとか、そういうのもチャレンジできていて、幅はすごく広がってますね。あれってサブタイトル字幕で？字幕です。そうか、じゃあチャット GPT で各言語対応したものを入れてやってもやっぱ英語中国語までだったのがすごい幅が広がって、ただやってみると全然これって何のゲームなのって反応があったり、これって何のアニメ作品なのっていう反応があったり、本当はこ
この国ではこんな反応があるんだと。なんか意外とこんな国から花あったんだみたいな国あります？アニメが喜ばれている国は全部反応があってですね、そうアルゼンチンとか日本のアニメを好きな方とかも多いので反応があったりとか、そのもう日本のなんか IP に対する思いが結構強いのかなと思ってて、強みって何だと思われます？日本の IP の強みというか物語とかキャラクターがちょっとこう元気がなくて、なんか世界のK-POP さんとか韓国の映像作品とかに負けてるんじゃないかなって言われてますけど、僕は全然そんなこと思ってなくて、なんか負けてるんじゃないかというか、全然勝ってるけど勝ってることを伝えられてないと思っていて、そういう役割を日本代表してちゃんと届けてこらえたらなとか、野望で夢ですけど、まずは自分が届けて作ってるものから世界にちゃんと楽しいんだよってことを伝えていきたいです。そうですね、会社 STPR も興味あるなと思って、先ほどね他社さんの IP ものもあると思うんですけど、あれ今回で何周年みたいな感じでしたっけ？ 5周年です。5周年ですよね、だから5周年でなんかこう、ね、最初の5周年って割とどっちかというと自前で作っていって組織を作る5周年だと思うんですけど、次の5周年っていうのはどんな風になっていくのがこの理想なんですか？エンタメ360度チャレンジするのはもちろんなんですけど、もっとその先に行きたくてですね、一個VTuber さんとか YouTuber さん、その配信者さんが、配信者で終わらなくちゃんとこう物語が続いていくような IP まで引き上げるようなチャレンジもこれからしていきたいと思ってますし、あとプラットフォームだったりサービスとかともっと深く入り込んで、ユーザーさんが課題に感じているものとか使いづらいものを解決してエンタメを届けられるようなこともチャレンジしていきたいですし、ただ自分だけでは無理なのでいろんな会社さんと協力しながらチャレンジしていきたいです。確かにそうですね、いわゆるこの VTuber とかこのキャラクターから生まれたものが、まさにマリオだったりとかね、アングリーバードを最近、買いましたけど、ああいったケースになっていくのをちょっと望みながらやってるってことですね、じゃあね。やっぱ一個一個こう昔から続いている文化とか謎ルールが多いので、一個ずつ変えていきたいなとか野望もあります。グローバルコンテンツになるために必要なことって何だと思われますか？でも熱量を持ってちゃんと喜んでくれてる方たちに届けることだと思います。いや、届けようとしてる会社が何社あるんだろうとか、編集者さんがこのコンテンツを届けるためにたくさん動いてやっと予算いただけて海外のアプローチができているような現状をもっと変えないとなとか、日本の人気な作品もどれだけ単行本が売れることあっても世界にどれだけチャレンジできてるんだろうとか、課題に関していることいっぱいあるんで一個ずつ変えていきたいですね。なんか出資に積極的になろうと伺ってるんですけど、その理由とかってあるんですか？もっと大きい取り組みするためにはいろいろなチャレンジをしている会社さんともっと深く入り込んで協力して大きいインパクトの残るようなチャレンジをしたくて、そういうつながりを今すごく求めています。公開してないものも含めてかなり積極的に取り組んでます。もう出資をしている？出資もそうですし MA もそうですし、このエンタメに近しい会社さんと一緒に新しいものを競争しようっていうのは積極的に取り組んでます。じゃあかなり今まで自前でやってきたけど、買収ってね、やっぱスピードを買いに行くってのありますけど、そっちの取り組みもされてるってことなんですね。一緒に頑張ろうって同じ気持ちになれるような会社さんと一緒になって、どういった企業を買収されようとして？でもエンタメに近しいもの、僕が課題を感じててそれを解決するためにいろいろな形でチャレンジされてる会社さんすごく興味があって、今だとメタバース VR もそうですし、いや音楽業界もまだまだ改善しなきゃいけないことたくさんあるんですよ。取り組まれてる会社さん本当に僕が知ってる限りでも数社しかないんですけど、海外で時価総額がもうついてるような会社さんのジョイントベンチャーをサービスごと日本に持ってきて一緒に作れようなんていうのも取り組んでいて、インバウンドもあるんですね。結構なおのことあれですね、どうやって動いてるのかなってちょっと分かんなくなるぐらいあれですね。先ほどのパフォーマーも経営者のところもあるし、すごい多岐にわたってやりながら新井さんのところもやってるわけですね、これね。本当に勉強していろんな方に支えていただきながらです。でもこの出資を積極的にすることとこのクリエイターとしての活動とかプロデュースとのシナジーってあります？結構経営者であるっていうのとパフォーマーであるっていうのと出資するって結構いろんな軸でやられてるから。ライブだけでいうとやっぱやっててよかったなと思うのは、クオリティとスケジュールとお金に関することって全部紐づいてるので、クオリティよくするとよくしようとするとやっぱお金がかかったり、お金下げようとするとスケジュールをもっと持たなきゃいけないですし、クオリティも下がったり、なんかそこはやっぱ調整しながら今はこれいこうっていうのにやっぱ寄せていけるので、映画もそうですしアニメもそうだと思うんですけど、プロデューサーとより良くしたい監督とがぶつかって
競争していくじゃないですか。僕どっちもやってる感じなんですよね。なんか不問かもしれないですけど、何が楽しいですか？一番クリエイターである自分なのか、経営者である自分なのか。でも喜んでいただけることができたなって時とできてるなって時とどっちも嬉しいです。楽しいです。歌って喜んでもらえた、これは別な子がもっともっと伸び伸び活動できてユーザーさんも喜んでいただけるな、あとクリエイターさんも僕幸せにしたい対象の一人なので、クリエイターさんがもっと活動しやすくなるようにしていきたいなとか。でもなんかあれですね、ちょっと肝に銘じるなと思うのは、こう割と素人芸でやり始めて分析してって自分でパッとやってったら、さっきねちょっと休み時間に聞きましたけど、このライブとしてのクオリティも実は相当上がってるんですよね。やっぱり日本って30年以上ライブやってきて、トップの会社さんが作ったものにかなわないだろうと思っていながら、実際ね始めて3年とか5年で自前でやってきたって人のが実はすごいものを作ったりするじゃないですか。歴史って必ずありますけど、やっぱりデジタルのこの Z 世代ってね、やっぱこうデータとそのユーザーとのねインタラクティブでやっている中でプロになれちゃうんだなってのはちょっとね、今日驚きでしたね。何も知識ないところから始めてるので、業界の慣習とかルールとかその気にせずぐいぐい切り込んでいけて、しがらみありますもん。だって後からそれってダメだったんだみたいなことを知る後から知るんですね。後から怒られたりとか、それってダメだったんですねとか。怒られるんだ。でもこっちが学びますよね。しがらみすんなり通してやると、やれちゃうんだねってあるじゃないですか。意外とこれってあんまり関係なかったなとかありますよね。あんまり VTuber としてとらわれるというよりは、なんかこうねデジタルを駆使しながらそういうのを作ってったというふうに見ていった方が、素直に見るとなんか実はいろんなものを発明してもらってるのかなっていう感じもしてきましたね。結構そうやっぱ企業に入る、特に日本企業だとなんかそれは多分無理だと思うとか、それだとこの人に通さなきゃいけないとかいろいろあるじゃないですか。業界特にあるじゃないですか、エンタメって。それをポーンってなんかいけちゃってるのがすごくかっこいいしいいなと思って。今後のビジョンって先ほどおっしゃってたクリエイターも幸せにしたいっていうところで言うと、なんで育成したりとかVTuber 作ってたりとか。育成もしますし、幸せにしますし、守りますし、でもエンタメに関わるもので全ての領域でナンバーワンになりたいですね。天下統一したいです。エンタメで天下統一、すごい。グローバル。はい。これでも言い切れるところもまたこの世代の素直さなのかな。確かにめちゃくちゃいい笑顔なんですよね。そうちょっと確かにこれね、本当シュッとイケメンでね、なんかこんなキラーンって感じでした。キラーンって感じですよね。我々自身もやっぱブレイクスルーを見せてもらってる感じがしますね。確かにね、こうやって、その育成のなんでしょう、その組織というか、なんか学校みたいのって今作られようとしてるんですか？そういう方たちが、僕が中学生高校生の時ってこうアフィリエイトとかネットでの活動してましたけど、そういうのを支えてくれる環境とかもちろんなかったですし、教えてくれる人もいなかったんで、やっぱ独学でやるしかなかったんですけど、そういう方たちをサポートするようなこととかもできたらなとか、道しるべになるような環境を作りたいなっていうのも目標の一つであります。今の仕込んで準備しているものもあるんですけど、先ほどからねちょっとお聞きしてるその VR とかね、学校とかいろいろありそうで、なんか多分進んでんのかなという気配を感じてるんですけど、具体的に会社さんだったりとか、その投資って今どういうステータスで何社ぐらいこう入れようとしてるとかってあったりします？交渉中のもの、進んでるもの、着手してるもの、もう片手で抑えられないぐらいあるんですけど、順次発表されていくのでお楽しみにしていてください。5社6社以上あるってことです。それって、あります。プロジェクトの数も合わせたらもっとあります。なるほどね。だいたい何月ぐらいからそういう話が出てくるみたいな感じなんですか？もう5月からちらほら発表されだしてるんですけど、6、7、8でわーっと発表する予定です。この夏にいろいろ出てくるってことですね。はい。最終的なのはそういったものを含めて、こう七森さんとしてのビジョン、どうなりたいかみたいなのがあったりするんですか？映像、音楽、ゲーム、エンタメに関わる全ての領域でグローバルで通用するものも作りたいですし、ナンバーワンになりたいですし、天下も統一したいです。天下統一、天下統一、パワード出ましたね。今日なんかでもお聞きしてて思ったのは、やっぱりですね、上の世代からするとやっぱり一回石橋叩いてね、それ前崩れたよっつっていつも注意しますけど、いや天然だなと思って、天然起業家としてパッていったら実は渡れちゃうんですよね。なんかこう配信してみたらパンとアイドルグループもできるし、歌えるし、著作権も持てるし、自前でグッズも作れるし、実は組織ないんだけど西武ドームで5万人公演できちゃうんですよね。割となんかこうね、僕はやっぱり一個の社会的実験を見てるなと思いながら今日聞いてました。やっぱりこの Z 世代の95年生まれのなんかこの天然起業家としてパッとやってた時に、すごいこんなんできるんやみたいなところで見させてもらって、すごくワクワクもしたし、なんか自分自身もねやっぱりちょっとつっかい棒というか、
止めてた部分っていうのはやっぱりこうやってクリアできるんだなっていうのを見させてもらった意味ではすごい貴重なインタビューになりました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。七森さんいかがでした？改めて自分の過去とか今やってることとかお話しする機会が最近多くてですね、やっぱ話すたびに、なんかあれもこれもそれも言いたいけど言えないとか、これ言えてちゃんと受け取っていただけて嬉しいとか、本当こう毎回いろんな反省感想あるんですけど、すごい話しやすかったです。ありがとうございます。聞いていただけて嬉しいです。腰がめっちゃ低いそうから低いんですよびっくりしますねちょっとね。なんかさっき私もお話聞いてて身軽だなと思って、なんかやってみたみたいな、よく YouTube でも歌ってみたとかやられてると思うんですけど、そのノリでなんか投資してみたとかなんか本書いてほしいですね。経営してみた VTuber 経営してみたみたいなね、これ実験的にやられてる感じがするんですよ。なんか結構リスク高いものもポーンってやっちゃう感じがしてて、でも結局それが成功につながってるのが、なんかこう若者が特にこういうコンテンツ見て、なんだろうな、日本って捨てたもんじゃないのって、こんな日本人でシンガポールまで来て頑張っててこうコンテンツを盛り上げようとしてる方がいるっていうのが知れただけでも素晴らしかったと思います。嬉しいです。ありがとうございます。頑張ります。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。